こちらでは、デザイン部で働く会社員、ゆいの恋愛を描いた探偵小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、マイクを握る手の震える夜。吉川ゆいは、愛知県稲沢市にある会社のデザイン部に勤めて4年目。仕事にも慣れ、後輩に指示を出すことも増えてきたが、恋の方はずっと停滞中だった。いや、正確に言えば停滞しているというより、勇気の出ないまま動けていなかった。気になる相手は、営業部の1歳年上の先輩、大島。クライアント向けの資料を作るときに、たびたび協力することがあり、彼が礼儀正しく助かりましたと笑ってくれるたびに、ゆいの胸はふわりと温かくなった。ただ、この感情を進展させるための、今度一緒に、ご飯でもどうですかの一言は、どうしても言えずに、ずっと胸の中でくすぶっていた。そんなゆいの様子を、同期で親友の稽古は見逃さなかった。ゆい、あんたそろそろ行動しなよ。うるさいな。わかってるけど、勇気が出ないの。見てるだけじゃ何も変わんないのよ。そう言いながら、稽古が意味深に笑ったとき、ゆいはゾワッと背筋に寒気が走った。彼女が何かを企んでいるときは、ろくなことにならないのを知っている。その週末、ゆいと稽古はいつものように駅前のカラオケに来ていた。デザイン部のストレスは声に乗せて吐き出すに限る。マイクを握りしめて歌い上げると少しだけ気持ちが軽くなるのだった。ゆい、次の番だよ。ちょっと休憩。喉が渇いたし。水を飲みながら息を整えると、稽古がドリンク取ってくると言って部屋を出た。数分後、ドアが開き、戻ってきた稽古の後ろに立っていた人物を見て、ゆいは息を飲んだ。音島さん、なんで？スーツ姿のままの音島が、少し気まずそうに頭を下げていた。どうも。偶然恵子さんに会いまして。偶然。恵子がさらりと笑っていった。そうなのよ。まったり会ったから、せっかくだしって。絶対、偶然じゃない。心の中でゆいは叫んだが、心臓は信じられないくらい早く打っていた。3人で歌い始めると、思った以上に音島はノリが良かった。懐かしいロックナンバーを情熱的に歌う音島の姿は、普段の仕事モードとは違って新鮮だった。すごい。思わず口をついて出てしまうと、音島が笑った。いやいや、久しぶりに歌ったから外れてたでしょ。全然です。びっくりしました。音島さん、お上手です。精一杯の褒め言葉を口から絞り出して赤面するゆいに、稽古が意味深に視線を送ってきた。その視線に、ゆいはさらなる嫌な予感を覚える。そしてその時、タイミングよく、稽古のスマホが鳴った。ごめん、ちょっと出てくる。そのまま部屋を出たが、稽古はなかなか戻ってこない。数分後、ゆいのスマホにメッセージが届いた。ごめん、休養入ったから先に帰る。あとは2人で楽しんで。やっぱり仕組まれてたんだ。ゆいはため息をつきつつも、顔は熱くなるばかりだった。2人きりになった部屋。沈黙が重くのしかかる。心地の悪さに耐えられず、ゆいは思わず曲を入れた。マイクを握ると、不思議と体が勝手に動いた。2曲、3曲と立て続けに歌う。普段の控えめな自分からは想像できないくらい、大きな声を張り上げていた。歌い終え、肩で息をしていると、音島がパツパツと拍手した。すごい。ゆいさんって、こんな風に歌うんですね。いつも落ち着いてて、控えめで、でも、今のゆいさんはすごく生き生きしてる。情熱的な歌声に圧倒されました。彼は照れくさそうに笑って、少し声を落とした。で、正直、見とれました。その小声が耳の奥に残って離れない。顔が一気に熱くなる。胸の鼓動は暴走に乱った。そんな、大げさですよ。大げさじゃないですよ。僕、本気で驚いてます。視線を合わせられず、ゆいはマイクをキュッと握りしめた。すると音島が続けた。今日、来てよかったです。もし恵子さんに誘われなかったら、いや、
偶然恵子さんに会わなかったら、こんなゆいさんを知れなかったわけですから。恵子は、心の中で恵子に怒りを覚えつつ、目の前にいる音島には何も声をかけられず、ゆいは赤くなってうつむいた。もっと知りたいな。ゆいさんの普段見せないところ。その言葉に胸が甘く痺れるように高鳴った。翌週、ランチタイム、恵子と向かい合ったゆいは開口一番に言った。恵子、あんた、やっぱり仕組んでたでしょ？何が？とぼけないで、音島さん呼んだでしょ？恵子は悪びれもせず笑った。だって、二人きりにでもしなきゃ絶対進展しなかったじゃん。それは、まあ、感謝はするけど。ゆいは深呼吸し、メニューを広げながら言った。でも今日のランチはおごってもらうからね。そのくらいの罰は受けてもらう。二人の笑い声が店内に響く。その胸の奥には、あの日の音島の小さな褒め言葉と、彼のまっすぐな視線がまだ残っていた。これからの日々が、きっと少しずつ変わっていく。その予感に、ゆいの頬は自然と熱を帯び、笑みがこぼれてしまった。デザイン部に所属する会社員、吉川由依さんの恋愛を描いた短編小説、マイクを握る手が震える夜をお聞きいただきました。ここからは、この短編小説に描かれた恋愛の奇妙について、心理的な視点も交えながら振り返ります。よろしくお願いします。この物語は、デザイン部に勤める吉川由依さん27歳と、営業部の先輩音島さんのまさに恋愛を一歩踏み出す直前の甘酸っぱい瞬間を描いていましたね。由依さんは音島さんが笑ってくれるたびに胸が温かくなるものの、ご飯でもどうですかの一言が言えずに恋がずっと停滞中だったという状況でした。多くの人が共感できる、まさに勇気が出ないまま動けていなかったという状態です。これは恋愛心理学的に見ると現状維持バイアスが働いていた可能性があります。つまり失敗を恐れる気持ちが変化を起こすことのコストを高く感じさせていたわけです。確かに今の心地よい状態を壊したくないという気持ちがブレーキになっていたのかもしれませんね。でもそんな由依さんを動かしたのは親友の恵子さんの存在でした。恵子さんは見てるだけじゃ何も変わんないのよと由依さんの背中を押します。恵子さんの行動は物語における最も重要な触媒の役割を果たしました。彼女は偶然を装ってスーツ姿のままの音島さんをカラオケに誘い出し、さらには休養の理由に二人きりの状況を作り出しました。由依さんは心の中で絶対偶然じゃない、やっぱり仕組まれてたんだと気づいていますが、結果的にこのお膳立てによって状況は劇的に動きました。恵子さんは結果オーライですが、なかなかの策士ですよね。さて、二人きりになったカラオケルームで由依さんは居心地の悪さに耐えられず、立て続けに2曲3曲と歌います。しかも普段の控えめな自分からは想像できないくらい大きな声を張り上げていたというのが印象的です。ここが恋愛の感情が加速するポイントですよね。心理学では自己開示が関係の親密性を高めるとされています。由依さんは普段落ち着いてて控えめな女性ですが、歌うことでストレスを発散し、無意識のうちに自分の内面的な情熱を音島さんに対して開示しました。そしてその後の音島さんの反応が素晴らしかったです。今の由依さんはすごく生き生きしてる、情熱的な歌声に圧倒されましたと、普段の彼女とのギャップをストレートに評価しています。このギャップが音島さんを強く引きつけたのではないでしょうか。まさにその通りです。これはプラスの評価を連続で受けるよりも、最初はマイナスのイメージ、この場合は控えめというやや性的な印象だった人がポジティブな側面、つまり情熱的で生き生きとした姿を見せることで評価がより高まる現象です。音島さんはすごい、由依さんってこんな風に歌うんですねと驚きを表現しています。
そして音島さんは極めつけの一言を放ちます。照れくさそうに少し声を落として、で、正直見とれましたと。ゆいさんの鼓動が暴走気味になるのは当然です。この一言の破壊力は凄まじいです。声のトーンを落として個人的な感情を伝えるというのは親密性のサインです。さらに彼はもっと知りたいな、ゆいさんの普段見せないところをと明確に関心を示しました。これはゆいさんがカラオケで見せた情熱的な側面が彼の知的好奇心と恋愛感情を刺激したことを示しています。彼はこの偶然、正確には恵子さんに仕組まれたものですが、この出来事によって今日ここに来なければこんなゆいさんを知れなかったわけですからと感謝さえしています。結果としてゆいさんの停滞していた恋は恵子さんの強引な後押しと、ゆいさんがマイクを握りしめて大きな声で歌った自己開示によって大きく前に進みましたね。はい、恋愛においては自分の普段見せない側面、つまり隠れた情熱や本当の好みを開示することが相手に強く印象づける効果を持ちます。特に普段は職場の先輩後輩という関係ですが、カラオケという非日常的な場所でそれを見せたのは大成功でした。翌週、ゆいさんはランチタイムに恵子さんを問い詰めますが、結局は感謝はするけどと認め、罰にランチをおごらせるという親友ならではのオチもついていました。ランチをおごらせることで、ゆいさんは恵子さんに対するあんたが仕組んだことでしょという怒りと感謝の気持ちのバランスを取ったのでしょう。そして彼女の胸の奥には音島さんの小さな褒め言葉と彼のまっすぐな視線がまだ残っていて、これからの日々に変化が起きることを予感しています。これは単なる片思いから相互作用が始まった証拠です。この物語は恋の進展には勇気と時に親友の強引なサポート、そして自分をさらけ出す自己開示の場が必要であることを教えてくれますね。ゆいさんのように一歩踏み出せないでいる人は、まず環境を変えてみるか、恵子さんのような信頼できる第三者に協力を求めるのも有効な手段だと言えるでしょう。恋愛の進展のきっかけを考える上で大変興味深い物語でした。リスナーの皆さんもぜひこの物語から恋愛における一歩の重みを再確認していただけたら幸いです。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次の物語でお会いしましょう。最後まで聞いていただきありがとうございます。ゆいのプロフィールはこちらです。27歳、デザイン部で働く会社員です。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。また、イラストデータをグッズサイト、すずりで配信しています。ぜひ、概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後に、この動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。